皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、異なる分野のネットワークシステムへ生物化学システム理論 BST を適用し、べき乗則型モデル式構築の実演を行っています。今回はウイルス感染のモデル式についてお話しします。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は2020年に中国武漢市で発生し、瞬く間に世界中に広まりました。これに伴い、本ウイルス感染に関して多くの研究が行われました。ウイルス感染に対する代表的な数式モデルは SIR モデルです。これは一定区域にいる感染可能者 S、感染者 I、死者を含む回復者 R の数を従属変数とし、ここに示すような感染メカニズムを仮定して各従属変数の時間変化を1、2、3式で与えます。ここでベータをアルファで割った値は基本再生産数と呼ばれており、感染者が初期に増加するかどうかの判定に用いられています。同様に一定区域にいる人を対象として、この感染メカニズムを BST の記号で表すと次のようになります。SIR モデルでは回復者数と死者数を一つにまとめて表していたのに対し、ここではこれらを区別しています。また、各従属変数の初期値を次のように与えます。ここで式中の反応次数の物理的意味を考えてみましょう。SIR モデルには反応次数の概念がなく、これらをすべて1としています。しかし、私が前の動画で述べた質量作用の法則を思い出してください。まだ見ていない人はぜひ視聴してください。今、M モルの A と N モルの B が反応する速度式は8式のように書くことができます。ここで K は反応速度乗数、M と N は反応次数です。ここでは A を感染可能者、B を感染者とします。初期段階においては A は B よりもかなり多いのが普通ですね。また、両者は一定の区域内に基本的に均一に分布しているものとします。このような時、感染は1人の感染者が1人の感染可能者に接触して起こるでしょう。この状況において M と N は1になります。しかし、感染可能者は実際には複数で行動したり、あるいは感染を恐れて行動を自粛したりするでしょう。この状況では N は1ですが、M は1よりも小さな値になります。したがって4、5式中では F11 を1よりも小さな値に設定するのが正しいと思います。しかし、本動画ではべき乗則型式モデルの作り方を説明することが目的なので、以下では SIR モデルと同様に、すべての反応次数を9、10、11、12式のように1と置いて話を進めます。F11 を1以下にすると計算結果がどうなるかは皆さんで考えてみてください。次に9から12式の無次元化について考えましょう。無次元化とは、変数、パラメータを基準としたい値で割り、単位を持たない無次元変数や無次元パラメータで式を表すことでしたね。無次元化されたモデル式を使って解析すれば、システムの特徴を効率よく理解することができるようになります。今、9から12式を無次元化すると、13から16式のようになります。また、初期条件についても無次元化します。この無次元化の結果、大文字の x1 から x4 を x10 で割って、新たな無次元変数、小文字の x1 から x4 と無次元時間 τが作られています。また、式中には
無次元パラメータである G1、G2、G が含まれています。無次元変数小文字の x1 から x4 は2個の無次元パラメータにより支配されています。その一つは G 値です。これは回復速度乗数と死滅速度乗数の和と感染速度乗数と感染可能者数の初期値の積の比です。GM やシステムモデルでは回復者と死者を区別して表したため G 値は G1 と G2 の和で与えられます。しかし SIR モデルのようにこれらをまとめて一つの変数で表すならば γ2 と γ3 の和は α に等しくなります。また γ1 は β のことです。よって x10 イコール1の時の G 値の逆数は SIR モデルの基本再生産数と同じ意味を持っています。ただし x10 は一定区画内にいる感染可能者数の初期値であり、通常は多くの人が対象になるので決して1にはならないですね。もう一つは x20 です。これは感染者数と感染可能者数の初期値の比を表します。これは通常1よりも十分に小さな値を取ります。話が長くなるためここでは詳細を述べませんが、我が国における感染者、回復者、死者の数の推移データから速度乗数を決定しました。これらの値を使ったシミュレーションの結果を次の図に示します。x20 を日本の人口を考慮した値10のマイナス10乗に固定し、G 値を 0.2、0.5、0.7 と変えました。無次元化したことにより x1 から x4 の値は0から1の範囲で変化しており見やすくなっています。G 値が0から1までの範囲で大きいほど x1 は1から迅速に大きく減少しています。これは x2 の変化から明らかなように感染者の割合を小さくします。感染者数が多くなるかどうかは単に γ1 が大きかったりγ2 と γ3 の和が小さかったりすることではなく、これらの値を全て使って計算される G 値が小さいことにより決定されます。すなわち本システムは G 値に支配されています。なお G 値が1以上では計算上感染者は増えません。最後に G 値が小さいとき感染者数が多くなる理由を考えましょう。前述のように G 値は17式で与えられます。これより G 値は3つの因子により小さくなることがわかります。一つは γ2 と γ3 の和が小さいことです。2つ目は γ1 が大きいことです。3つ目は x10 が大きいことです。しかし G 値が実際に小さくなるかどうかはこれらの値を組み合わせて17式により計算する値の大きさで決まることを明記してください。γ1 が大きい場合、感染速度が大きいので感染者数が増大するのは当たり前ですね。それでは x10 が大きい場合に感染者数が多くなるのはどうしてでしょう。この理由はウイルス感染モデルにおける計算結果が一定区域内の感染可能者を対象にして比較されているからです。x10 が大きくなると単位面積あたりの人数が増え、これにより感染する可能性が高くなると考えることができます。前述のように G 値は基本再生産数の逆数と類似の意味を持ちます。よって基本再生産数が大きいとき、感染者数が多くなることになりますね。ただし、この表現は十分でないことが明らかです。正しくは、基本再生産数に感染可能者数の初期値をかけた値が大きいほど感染者数が多くなると言うべきでしょう。今回は BST によりウイルス感染モデル式を構築し、基本的な計算結果を示しました。
以上から明らかなように BSD によればモデル式の構築を簡単に行うことができます。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。